皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。人間何十年も生きていれば驚嘆することが幾度とあります。今回は私が中国での会議で講演を依頼され渡航した時体験した記憶に残る出来事についてお話しします。2000年の初め、当時在職していた大学に中国山東省の大学の教授一行が来訪されました。彼らは興味のある分野のいくつかの研究室を見学したいということで、私の研究室にも訪れました。その頃、私は中国から留学生と研究者を受け入れ、中国太古周辺地域において青湖の爆発的増殖により汚染された水道水の浄化処理に関して研究を行っていました。この時訪問した教授の一人が、近々中国山東省で開かれる会議で講演をしてほしいと私に依頼しました。そこで渡航費を出してくれることを条件に、私はこれに同意しました。すぐに渡航の準備を始めましたが、会議の日まで1ヶ月を切っても渡航費をもらえるかどうかわからない状況にありました。そこで同行を予定する中国留学生の会の責任者に、渡航費が出なかったら会議への出席をキャンセルすると強く伝えました。彼は慌てて中国の教授に問い合わせたようで、数日後、通訳者として同行させる予定の私の研究室の中国留学生の分も含めて費用を獲得した旨を知らせてきました。その時までに私は中国へ数回行ったことがありましたが、山東省への訪問は初めてだったので少しワクワクしました。日本から飛行機に乗り、青島の空港に到着しました。その後、他大学の2名の研究者が加わり、私たちは5名のグループとなりました。青島からマイクロバスに乗り、高速を時速 150km のスピードで飛ばし、約4時間かけて山東省の州都ジーナン市に到着しました。決められたタイトなスケジュールに従い、まずは大学近くのレストランで歓迎会が開かれました。このような食事会を開くとき、中国では主催者が一切の費用を持ちもてなすのが慣習だと学生が教えてくれました。この日の主催者はジーナン市で高い地位にある政治家でした。ジーナンは海から遠いにもかかわらず、料理にアワビがふんだんに使われていました。同行学生がこの料理の内容だと40万円はするだろうとびっくりしていました。当時の中国の大学教授の月給は3万円くらいだったので、びっくりするのは当然です。恒例により食事の合間に何回も乾杯をしました。私はアルコールに強いので、注がれた40度以上の酒を30杯くらい飲みましたが、しっかりとしていました。しかし、他大学の研究者は悪酔いしたらしく、会場の隅に倒れていました。これだけ何度も乾杯しているのに、中国人はよくもまあ酔いつぶれないものだと感心していたところ、学生から
彼らはテーブルの下にある壺へ杯の酒を適当に流していると聞き、納得しました。その後、マイクロバスに乗り、最近作られたばかりだという新しい市へ向かいました。バスが真新しいホテルに近づいたとき、建物の前で赤いチャイナドレスを着た20人ばかりの若い女性が手旗を振っているのが見えました。同校の中国留学生の会責任者に、あれは何事かと尋ねると、彼女らは私たちを歓迎しているのだと教えてくれました。バスから降りると、50歳くらいのスーツを着た男性が現れ、笑みを浮かべながら、ニーハオ、ニーハオと握手を求めてきました。彼は市長でした。その日はホテルの部屋でくつろぐことにしました。洗面所で手を洗うため水道の蛇口をひねると、流れ落ちる水からほんのりとカビ臭が漂ってきました。私はこの新しい市でさえも水源が青くに汚染されているのかと思いました。翌朝、朝食を済ませ、会議に出席する中国人講演者たちと大型のバスに乗り、会場へ向かいました。白バイがバスを先導しました。公道のコーナーには警察官が立ち、すべての車を停止させて、私たちのバスを優先的に走らせてくれました。少しばかり VIP になったような気分になりました。会場では前半分の区画に招待講演者を含めた主賓席が設けられており、私はその中の私のネームプレートが置かれた席に座りました。後ろの残り半分には黒い服を着た労働者らしき1000名を超える集団が床に這うように座り、こちらへ鋭い眼光を向けていました。私は午前中に話すことになっていました。9時から12時までの時間帯に4名の講演者が割り当てられ、私の番は最後でした。最初の講演者が話し始めました。彼は何も使わず、ただ演説帳にまくし立てていました。3時間に4人の割り当てだから1人当たりの講演時間は45分だなぁと見積もっていると、彼は45分を過ぎても熱弁をやめませんでした。ようやく話が終わったのは55分で、その後質疑応答があり、結局彼は1時間を費やしました。すぐに次の講演者が似たような調子で話を始めました。時間が押しているので、彼は話を短くまとめるだろうと思いました。しかし彼もまた平然と1時間を費やしました。3番目の講演者も同様でした。そして私の出番が来たとき、時刻は12時でした。中国人は他人に迷惑をかけることを気にしない民族なんだな、恐るべし中国人と思いながら、私は舞台に立ち、コンピューターとプロジェクターの準備にかかりました。すると司会者が、12時になったので労働者は一旦昼食を取りに家に帰らなければならないので講演の時間がない
とわけのわからないことを言いました。私は少しムッとなり、私は日本から招待されてやってきた。少しでもいいので話をさせてくれと主張し、無理やり私の講演をねじ込めました。話の内容は、現在太古で青子が大発生し、周辺地域の水道水汚染が深刻になっていること、水道水に強烈なカビ臭がすること、この化学物質は人体に影響がないと言われているが、怖いのは同時に合成されるもう一つのミクロシスチンであること。この化学物質は肝臓がんのプロモーターであり、太古周辺では毎年多くの人が亡くなっていること。カビ臭がすると、その水にはミクロシスチンが含まれている可能性が高いこと。私はこの化学物質を分解する方法を開発中であることでした。ここまで話したところで、もしかしたら話が途中で静止され、私は中国政府に拘束されるかもしれないと少しビクビクしながら、覚悟を決めて最後の話を切り出しました。実は私が現在宿泊中のホテルの水道水でもかすかにカビ臭がする。このまま放っておくと、この市でも水道水汚染が始まるだろう。だから今のうちに水の浄化対策に乗り出すべきだと提案しました。私は今回の中国訪問の義務を果たしたという思いでホテルに帰りました。私は翌日の朝11時頃の青島発の飛行機で帰国する予定でした。そこでこの飛行機に間に合うようにしてくれと会議主催者に交渉を行いました。すると中国留学生の会責任者から、翌朝5時に出発の準備をし、レストランで朝食をとるように言われました。指定された時刻に学生と2人でレストランへ行くと、2名の屈強な若い男性が無言で食事をとっていました。私たちが食事を済ませると、彼らは私たちを晩へ連れて行きました。車の横には大きく法院と書かれていました。車は公道をいきなり時速100キロを超えるスピードで走り出しました。私は驚き、こんなスピードで走っていると、そのうちパトカーに捕まり、飛行機の出発時間に間に合わなくなるのではないかと学生に問いました。案の定、車はすぐ横を走るパトカーを追い抜いてしまいました。捕まると身構えていると、先生、この車はパトカーでさえ捕まえることができない裁判所の車なんですよ、と学生が返答しました。少し走ると建物のない広い平野に出ました。そこを若い女性が歩いていました。彼女はこれから市内の仕事場へ行くのだなと思いました。そして私はすぐに、彼女は一体どこから来たのだろうと彼女の家を探し始めました。しかし10分走っても一軒の家も確認できませんでした。彼女は一体どこから来たのかと今でも不思議に思っています。
高速道路に入りました。スパイドラマに出てくるような2人のドライバーは無言のまま車を時速 150km を超える速度で走らせ続けました。驚いたことに、高速道路上に時々肩に竿だけのような長い棒を抱えて器用に自転車で走る人がいました。彼らは道路を保全する仕事をしているとのことでした。そういえば、上海の高速道路で渋滞に巻き込まれた時、乗客がタクシーから荷物を取り出し、それを肩に乗せて歩き出したことを思い出しました。これらは日本では決して考えられないことです。約4時間後にチンタオ空港に到着しました。それにしても、私はこの時の訪中で多くの面白い体験をすることができました。国が変われば習慣が異なります。現在の中国の街並みは、私が渡航した20年以上前とはかなり変わっているようですが、民族性は変わりようがありませんね。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。